RC 東郷、どうもこんにちは、ドスログです。今日はちょっとね、僕の RDX をね紹介したいと思います。ほぼノーマルに近いんですけれども、ちょっといろいろね細かいことはしてあるんで、そちらの方の紹介と、あとやっぱりそろそろアップデートしなくちゃまずいのかなっていうふうにちょっと感じてきたので、これは効くだろうっていうねアイテムの方を紹介したいと思います。そちらのアイテムの方はこちら。まずは HRC さんの DLC サスピン、フロントアッパーとロアアームのサスピンと、あとリアのねロアアームのサスピンの方を交換したいと思います。こちらの方なんですけれども、ダイヤモンドライクコーティングというふうに言いまして、非常に高度のあるものとなっております。後ほどねどういうものかっていうのを少しね解説の方をしていきたいと思います。それとあとジャンバネですね。 HRC さんからつい最近発売された HRC バネ TI、 これ材質がチタンでできておりますのでね、こちらの方ねも試してみたいと思います。マシンの方ねいろいろいじっていく前に、ちょっとまた話をしたいんですけれども、皆さん白雪姫って知ってますか？で、白雪姫だと7人の小人っていうのがいるんですけれども、以前に僕の知ってる女の子で、車に乗ってるんですけれども、よくダッシュボードにこういう小人を置いてる人いるじゃないですか。で、7人の小人を置いていたんですけれども、実際僕数えたらね15人いました。じゃあ白雪姫はどこにいるっていうふうに聞いたら、その運転してる女の子が私と言ってました。それだけです。じゃあね進めていきたいと思います。はい、ではね今使っている RDX のね消化のちょっとした説明の方をしていきたいと思います。まずフロントなんですけれども、フロント周りは特に何もしてないんですけれども、この下のサスマウントは裏返していて、そうすることによって 1mm ロールセンターが下げれるんですよね。であとこのフロントのアッパーをねこれもね裏返してやってるんで、なんでかなりハイアッパーの仕様にはなっています。であとですね、ターンバックのところね、これはねチタンのターンバックルの方に変更しております。これちょっとね裏技なんですけれども、フロントのバルクとこのメインシャーシね、これを普通はここでバンパーをつけてるんですけれども、バンパーの代わりにこのいろいろなマルチポストみたいなですね、こちらの方をつけていて、これでシャーシとフロントバルクをつないで合成感を上げています。かなりこれ効くとは思うんでね。あとねリアはそんなにいろいろやってることはないんですけれども、まずここねリアのロアアームにウエイト 10g 左右に積んでいます。リアのサスマウントの後ろ側の下にねスキッドを入れてます。1mm のねプレートを2枚入れてスキッドの方をねつけています。こんな感じかな。フロントのこのホイールあるんですけども、これオフセット6が今ついてまして、でここにねホイールスペーサー各2枚ずつ入っています。フロントのねトレッドはフロントタイヤの下の外で215だったかな、そんな仕様になっております。じゃあねこれをねチューンアップしていきますんでね、今からこちらの製品の方をね導入していきたいと思います。どんな感じなのかねすごい楽しみです。はい、じゃあ今からねバラしていきます。やべ、舐めちゃった。ああよかった。危ねえ、危ないよね。電動ドライバーだってだいぶ舐めちゃいましたね。これヨコモさんのね工具なんですけども、結構良さそうな感じです。アッパーも外れました。スルスルだな。じゃあまずね先ほども言ったようにこちらの HRC さんの DLC サスピンの方のねちょっとね説明の方をしていこうかな。サスピンとかね初心者の人とかだとこんなん関係あんのかよっていうふうに思
思うかもしれないんですけれども、これとても重要です。この部分が渋くて足が動かないと、どんな高級なダンパーとかバネを使ってもそれは完全にゴミ同然になります。ここが動かないとその良さが引き立てられないので、ここはね必ずスルスルに、商品説明としましては、対摩耗性と超ローフリクション、見た目も性能も妥協なしの大人のハイエンドサスシャフト。母材のメインシャフトは日本工場で100分の1までこだわった削り出しステンレスシャフトで、シャフトにコーティングは ICF、PECVD、DLC で有名な国内会社に依頼。表面コーティングは贅沢にレインボーに輝く最高級の ARC-DLC 仕上げ。鬼と金棒 DLC と比較すると高度は2倍以上。マジ TIN コートよりも高いシール性能と5倍以上の低摩擦抵抗を高次元で両立と。サスシャフトのフリクションを究極まで減らしたので、ロアアーム、サスボールを選びません。今までにないスムーズな動きを実現し、ドリフトタイヤの低ミューに完全対応。実車のような目で見てわかるロール感や可動部分の動きが格段に向上します。弊社の DLC ピロボールと併用して使うことにより、より優れた足回りのパフォーマンスを発揮いたします。シャフトの長さは4種類用意いたしました。 RDX、YD2、オーバードーズ車、タミヤ車等に対応いたしますというところでね、皆さんよく分かりましたでしょうか。はい、じゃあこちらの方ね、早速取り付けていきます。今こんな感じですよね。しまったな、バラさなくて良いところでちょっとバラしちゃいましたね。これね、レインボーに輝いてます。これね、今ね、こちら右側に DLC をつけて、左側こちら今までのものなんですけれども、もともと RDX っていうのはね、かなりスルスルなんで、これだけ見るだけだと違い分かんないかもしれないんですけれども、やばいです。本当にスルスルです。これもスルスルなんですけども、多少引っかかりありますもんね。もうこっちはもう完全フリーです。もう無重力状態のような感じになってます。じゃあ反対側もね、つけていきたいと思います。はい、これ今ね、アッパーアーム買いました。本当にスルスルです。次はフロントのローアームの方に行きたいと思います。E リング外すのちょっとだいぶ苦戦しましたね。精密ドライバーで取れました。はい、フロントのやつね、つけていきます。はい、フロントローアームの方も取り付けてみました。右の方がね、こんな感じで動いてます。で、左がこんな感じ。見た目ではね、あんまり分かんないんですけどね、こうやって触ってると明らかに DLC のシャフトの方がスルスルなのは分かります。じゃあ反対側の方もね、つけていきたいと思います。フロントね、ローアーム取り付け完了しました。こちらもね、見ての通りスルスルです。はい、今リアのサスピン外してます。これからね、 HRC さんのやつつけていきます。はい、リアもつけました。こちらもね、言わずと知れたスルスルでございます。はい、HRC のね、サスピンの方取り付け完了しました。これね、いっぺん走ってみたいと思います。
はい。明らかに足がねスムーズになったっていうか、もっと感じることができるようになったっていう感じになって、前はそのクリップとか狙っていく時とかでもちょっともさっとした感じがしたんだけれども、それが結構軽い感じでスッといける感じなので、正直まあサスピンもともと結構ねスムーズなんで、まあ大して変わんねえだろうと思ったんですけども、ちょっとね驚きましたね。冗談抜きで実際に荷重とかも感じやすくなったんで、これはちょっとねガチで優れものだなっていうのをね思いましたね。見てる動きよりもその操作している時のその路面を捉えてるっていう感じがすごく伝わりやすかったんじゃないんですかね。そんな感じ。そうですよね、はい。路面変化が伝わりやすいっていい足ですよね。そうですね。はい、本当にサスピンだけでこんなに変わるのかっていうので、ちょっと正直びっくりしましたので、実際ねどんなことでもやっぱり源流があって下流があってっていうところなんで、このサスピンっていうのは本当に一番ピラミッドの上の方の源流の元の部分になるんで、まあ、ここがまずスムーズに動かなければ下は何やってもダメなんで。はい、今度ね HRC バネ TI っていうのをね、こちらの方をねまず今度は装着していきたいと思います。チタン製のバネになります。はい、こういうケースに入ってますね。はい、バネの方を開けていきます。じゃじゃん。はい、開けるとこういう形になってます。はい、こちらのね説明の方をねちょっとしていきたいんですけれども、はい、商品説明ね。チタン素材を採用し、トラクション性能とバネレート、線形を見直し、スプリングの反発を両立、 P タイルをメインに低い路面ミューに対応、初期からしなやかに動き出しと。うちアスファルトなんですよね。まあ、低ミューってことで、まあ、うちもねどちらかっていうとみんな滑るっていうんで、まあ、低ミューっていうのは低ミューなのかなっていう気もしないでもないんですけどもね。でスペック S から引き継いだこだわりのオープンエンドを採用、トラクション性能アップ、専用のバネレート表を装備で装着の際硬さ選びに悩みませんと。自由帳 30mm、 線形 1.5mm に固定、バネレートをコンマ8から 1.2 までの5種類を1セットにしました。今回もこだわりの3色をリリース、ジャパン製。1ケースに5種類のスプリングセット、刻印入り専用スプリングレート付きという風になっております。 HRC さんの商品っていうのはね基本僕は信じてます。なんでかっていうと、毎回こだわりが半端ないっていうところと、とにかく徹底的にやる人なんで、毎回よういろんなこと考えるなっていうふうには思いますと。オープンエンドになってる、ここのオープンエンドっていうのはここのね巻いてあるところの最後のここの平らになってるところね、こことその斜めになってるところがくっついてないやつのことをオープンエンドって言います。これ開いてることによってトラクションが上がるっていうふうに言いますよね。最初の初期の反応が分かりやすくなるっていうふうになってるんで、これ今ねRDX のね純正バネのリアを外したんですけど、かなりこんなに硬いんだって気がしましたね。なんでリアにこの HRC の 1.2 のレートのものを入れていきたいと思います。こんな感じね。明らかに滑らかだね。 RDX のフロントのバネね、これもやっぱり結構硬めですね。なんでフロントもどうしようかな。フロントはちょっと一番柔らかいやつつけてみようかな。これがね HRC のものなんですけれども、明らかに滑らかですよね。はい、装着してみました。はい、これつけてみてね、前が純正のものであったんで、ちょっと硬めだったんですけども、明らかに柔らかいバネになってます。だいぶ柔らかいな。柔らかすぎるのかな。ちょっとこれ一遍走ってみますね。リアに 1.2、フロントにコンマ8を入れたんですけれども、最初使った感じはめちゃくちゃ滑らかですね。ただちょっとフロントが今これやわすぎるのかなって気がするんで、ちょっとフロントをねもう少し硬いのに変えてみたいと思います。 1.1 をね使ってみたいと思います。
終わって、率直な感想なんですけども、はい。これ結構前から僕は持ってたんですけども、もっと早くつけてもっと早くつけてりゃよかった実際に前のそのバネと比べるともう明らかに腰の粘りが違うっていうところがあるので、前は結構硬めっていうところがあったので、その振って飛ばしていくところとかでも、結構前目で飛ばしていかないと、止まらないっていうところがあったんですけども、これ結構奥まで突っ込んで振ってもなんか粘ってくれるんですよね。あとそれと操作性がめちゃくちゃ上がったっていうのと、あとその操作して全然疲れが違います。前と比べると全然今疲れないんですごい楽ですね。動きがすごくしなやかになりましたよね。粘ってるっていう感じがものすごく伝わります、見てて。あ、そうなんですね。はい。なのでそうでしょうね。そういうやっぱり走らせて楽だっていうのはそういうところにあるんだなっていうふうには、見てても思いますね。ダンパーはね、この RX に関してはできるだけノーマルで使おうっていうふうに思ってたんで、ほとんど触ってなかったんですよね。でダンパーもねほぼ放置状態だったんですけど、バネ入れただけでこんな変わるんだと思ってちょっとびっくりしましたね。いやすごい。以上です。ありがとうございありがとうごます。ざいます。どうもありがとうございます。